こんにちは、さっさんです。シャンパンの素敵なシーン、最近ちょっと多いかもしれないんですけども、こんな感じでお届けします。久しぶりにパークハイアット東京52階にありますニューヨークグリルさんのホリデーランチに行ってきましたので、その様子をお届けします。はい。で、メニューはね、メインは選ぶんですけど、前菜とデザートはビュッフェ代から好きなだけ取ってくることができます。シャンパン1杯とカフェメニューは、フリーになります。はい。お値段はこんな感じ。時間もね、制限はないんですよ。では、デザートのコーナーからいきます。今、アイスがちらっと映りましたけど、コーヒーパンナコッタ、クラウディーチョコレートムース、ピーカンナッツタルト、なんか私これ初めて食べたんだよな。メロンメレンゲタルト、ドゥルセチョコレートタルト、ラズベリーアーモンド、ティラミスエクレア、ボリューミー、バニラシャインマスカットロールケーキ、でシャインマスカットも取り放題です。そして栗とブルーベリーウィン風ケーキ、なんかなまっちゃった。そしてかぼちゃのチーズケーキです。私の視聴者さんはデザート系が大好きな方が多いので、先にデザートから紹介していきます。食事はね、ちゃんと前菜から順番に行ったんですけど、先にね、見たいものからと思いまして、この順番でいきます。まず1皿目です。シャインマスカットパクついてからのレモンメレンゲタルトからいきます。断面こんな感じ。私ね、レモンパイがめちゃくちゃ好きなんですよね。それでレモンメレンゲタルト見て飛びついたんですけど、これめっちゃ美味しかったです。程よい酸味でね、酸っぱすぎずに、そして中のソースみたいなやつもね、甘ったるすぎなくてよかったです。でピーカンナッツタルト、私初めてピーカンナッツタルト食べたんですけど、すごい美味しかった。なんかナッツがジャクジャクしてるんだけど、しっとりもしていて、なんとなくなんかくるみゆべしみたいな感じもしました。美味しかったな。で、クラウディーチョコレートムース。これはね、なんか見た目以上にビターなんですよね。なんかすごく大人な味するねって言って、友達と食べてました。はい。で、コーヒーパンナコッタ。上のクランブルがめっちゃ美味しいんですけど、コーヒーパンナコッタ自体もすごくなんかクリーミーでね、美味しいんですよね。プルプルさ加減も見ていただいた通り、濃厚クリーミーで美味しいコーヒーパンナコッタです。そしてアイスクリームはストロベリーソルベとチョコレートなんですけど、チョコレートがね、結構ビターめで、ストロベリーは本当に果汁そのまんま食べてるみたいなお味でとっても美味しかったです。これ、チョコとストロベリーと一緒に食べるとほんと至福で、あの、お友達と2人で震えながら食べてました。美味しいって意味で。すごいね、これ、ずっと食べてたいんだけど、他も食べなきゃと思って1杯でやめといた。で、スイーツ2つ目です。これでね、一応スイーツのビュッフェ代のものは一通り制覇になります。はい。で、なんかこれお友達が一口味見したいっていうのでケーキ差し上げました。こんなちょっとでいいのかなとか言って言ってたんだけど。はい。では、このね、ケーキね、前回食べた時めっちゃしっとりしてたんですけど、今回はなぜかパサついてましたね。多分ね、そんなこれあんまり取ってる人いなかったんだよね。だからかな、ずっと外に出たからかもしれないです。で、この、上にラズベリーが乗ってるタルトね。これもね、美味しかったです。タルトル2つともそんなに甘ったるくなくて美味しかったな。なんかホワイトチョコっぽい味もしました。で、このロールケーキはね、すいません、なんかバニラの香りは結構強いんだけど、割とね、ごめんなさい、普通っていう感じでした。はい。で、あとは、ニューヨークグリルさんといえばこのチーズケーキなんですけど、かぼちゃのチーズケーキで、なんですけどね、これはね、シナモンがめっちゃ効いてるんですよね。がっつり効いてます。だから、シナモン好きの方にはいいんですけど、苦手っていう人はちょっとしんどいかも。中身はずっしりしてて、敷き詰まり系のチーズケーキです。で、私がね、ここのお店の中で一番好きなのはこのティラミスエクレアなんですけど、いつもね、クリーミーで美味しいんですよね。で、中にね、コーヒーゼリーが入ってるの、この黒いやつ。このね、コーヒー感がめっちゃ美味しいんだよね。はい。で、クリームもたっぷりでね、こればっかりいっぱい食べたいくらい大好きです。はい。で、最後にシャインマスカットを食べて、ちょっと口の中さっぱりさせてます。一旦閉めつつね、この後もまたおかわりしました。で、順番前後してますが、前菜のご紹介です。ここからはね、結構ざっくりいきます。いっぱい品数もあるんで、
雑談交えながら特に印象に残ったものだけちょっと紹介していこうと思うんですけど、まずねパン、このねザワードゥブレッドがめちゃくちゃ美味しいので、もし行く方がいたらぜひ食べてほしいです。あったかいうちに塩気の効いたねバターをたっぷりつけて食べてください。もうね感動する。外がカリッとして中がもちっとして全粒粉のパンなんですけど本当に美味しいのでおすすめです。そして次にこのさつまいものローストサワークリームソースもねお気に入りでした。さつまいもの甘みとスパイシーな味がねすごく合っていて良かったと思います。そしてマッシュルームのマリネをね挟みつつちょっと口さっぱりさせてからの、これね1個しか食べなかったんだけどこのチキンがめっちゃ美味しかったんです。シラチャーソースって食べたことないんですけど、なんかこれもオリエンタルな風味だったですね。ハニーも好きだからかな、このチキンのグリル美味しかったです。あとはこのサーモンのマリネとかこの後に出てくるこれですねカツオとか、この辺はいつもいるメニューなんですけどソースがそのシーズンでちょっと変わったりするみたいです。非常に臭みもなくて弾力もあって美味しいお魚たちです。エビもすごく美味しいので、なんかここら辺はねかなり贅沢な気分ゾーンですね。でこのピクルスが驚くほど酸っぱくて、なんかうわーってなりました。ちょっとのけぞる酸っぱさだった。美味しかったけど。で、ビーフパストラミです。緑のソースはね、ちょっと何だったかを忘れちゃいましたけど、マヨネーズベースのソースでした。はい。これもね、普通に美味しいんですけど、お肉系の前菜はこれだけだったな、私が見たときは。タコを食べている私を背景に、今回ね、ニューヨークグリルさん行ってきたのは、実はね、1月の上旬から3月ぐらいまで改装でレストランがお休みになるらしいんですよね。で、そうすると改装後リニューアルのメニューとかになるのかなと思うんですけど、なんかこのランチビュッフェ大好き、ランチビュッフェじゃないけど、このランチコース大好きなのに、なんかもしなくなっちゃったらどうしようとか、携帯がもし変わってたらもうねなかなか同じもの食べられないかもしれないと思って慌てて行ってきてまして、皆さんにももし行く機会があればぜひおすすめしたいなと思ったので、急遽ねこの動画を撮りまして回しているという編集しているという次第でございます。私は週末利用ばっかりですけど平日にもこのランチはやっています。週末より平日の方がねリーズナブルなんですよね。もしかしたらスパークリングつかないのかもしれないんですけど、はい、女子会とかお一人様でももちろん、あとは忘年会、新年会でも利用できると思うし、私はすごいおすすめなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それではメインのお料理に行きます。この日はね、本日のお魚料理を選びました。でお魚はその日によって違うみたいなんですけど、私の時はマダイでした。とポークはお友達が頼んだやつなんですけど、ちょっと量が多いってことで手伝ってというのでいただいてしまいました。これもともとシェアしようと思ったらあらかじめ言えばシェア用に持ってくださいます。はい。でお魚ね、肝心のお魚なんですけどめっちゃホクホクしてて塩気もちょうどいい感じで、下はパプリカのソテーが乗っていました。すごく美味しかったです。ポークもすっごい柔らかくて美味しかった。この日の前菜のベスト3は記載の通りです。で、あとこの日のね、スイーツのベスト3はこちらの通りです。やっぱりエクレアが美味しかったな。あとチーズケーキも私は大好きです。はい。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。またお会いしましょう。バイバイ。